こんにちは。素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダイバーです。この人魚の学校シリーズの動画は、愛知県名古屋市にあるマーメイドスクール人魚の学校の練習会風景をまとめたものです。人魚の学校シリーズの動画は、前半でこの日の練習会のダイジェスト、後半で人魚の皆様の華麗な泳ぎに重ねて、私のおしゃべりにお付き合いいただいています。今回のテーマは、新しいことに挑戦するとき、不安や恐れとどう戦うかです。2021年12月17日金曜日、愛知県名古屋市名東区にありますダイビングショップ&スクール恵比寿にて人魚の学校の練習会が開催されました。秋から冬、春にかけてはここ恵比寿のダイビングプールで人魚の皆さんが練習されます。恵比寿のプールは名古屋でも最大級の室内ダイビングプールで、浅いところは水深 1.2 メートル、深いところは水深5メートルあります。水温はちょっと低めの27度です。今回の生徒さんは初めてマーメイドスイムに挑戦されるというお友達同士のお二人でした。つまり今回のマーメイドスイムは先生と私も含めて5人の練習会です。初めてマーメイドスイムを体験された方は最初5メートルの水深を怖いとおっしゃっていましたが、2時間の練習で徐々に慣れていって次々とマーメイドの技を習得されていました。最後にはお二人で水底に沈んで魚と戯れるという演技までマスターされていました。あまり水に潜ったことがない方はご存知ないかもしれませんが、実は浅い水深で沈むというのは結構難しいことなんです。というのも人間は肺に空気が入っていると体の中に浮き輪が入っているようなものなので水に浮かび上がってしまうんですね。だから息を完全に吐き出して肺の空気を抜く必要があります。でも潜水に慣れてない人は水の中で空気を吐き出すことができません。体が本能的に怖がってできないんです。先生が息を吐き切ってと言ってもなかなか空気を吐き出すことができません。でも何度も先生方のお手本を目の前で見ているとだんだん心に余裕が生まれてきて水に沈めるようになるんですね。そういう意味でも人魚の学校で先生や先輩方の模範演技を見ることはとても大切な学びになります。最終的にうまく沈めるようになったお二人、素晴らしいチャレンジ精神を発揮してくれました。お見事でしたよ。さて、この日のマリダイバーは新調したチャイナウェットスーツを着て潜りました。ウェットスーツは真っ黒だったり、まるでもじもじくんみたいな何のそっけもないデザインが多いのですが、こんなチャイナ襟の可愛いデザインもあるんですよ。このウェットスーツのレビューは今度また動画にしますね。またこの日の練習会では先生方にもご協力いただいて、水の中で声を出す実験をしたり、水中で回転をして目が回るのかどうかを検証するというリクエスト動画を撮影したりしました。いつもへんてこ実験にお付き合いくださるシェリーナ先生、チェルシー先生には感謝しかありません。ありがとうございます。さて、ここからは人魚の皆様の華麗な泳ぎを拝見しつつ、私のおしゃべりにお付き合いくださいね。今回のテーマは、新しいことに挑戦するとき、不安や恐れとどう戦うか。今回は初めてマーメイドスイムを体験されにお二人の方が練習会に参加されましたね。これ本当に素晴らしいことだと思います。誰だって今までやってこなかったことを初めて挑戦するのってすごく勇気がいります。ましてや水深5メートルのダイビングプールです。足がつかない水の中に入るのはすごく怖いことですよね。たとえ泳ぎが達者な方でも初めてダイビングプールを覗き込んだ時、足がすくむような思いをすると思います。新しいことに挑戦する時、不安や恐れを感じるのは当然のことです。それでもその不安や恐れと戦って一歩踏み出すにはどうしたらいいのでしょうか。最初に大事なこととして、恐れを感じたり怖いと思うのはとても良いことだと申し上げます。なぜかというと、怖いと感じることはあなたが本当にやりたいことだからです。あなたの心がやってみたいと願いを持った兆候だからです。でもやってみたとしても、もし失敗したらどうしようとか、自分の夢が壊れちゃったらどうしようという大切に思い描いたことを失うのが怖いという気持ちなんです。自分の心を守りたいんです。本当はやりたいと思ってるのに、実際にやってみた時にうまくいかなくてショックを受けるのが怖いんです。
そう、本当のあなたはそれをやりたいと思ってるんですね。逆にやりたくないことは嫌だと思うはずです。少なくともやりたくないことは怖いとは思わないはずです。嫌だと怖いはどちらもネガティブな感情なので一見よく似ているんですね。だから混同してしまいます。でも実は全然別の心の動きです。あなたが未来のことを考えて怖いと感じたとき、本当のあなたは怖いけどやってみたいと思っています。だからまずあなたの心の願望が見つかったことに喜びましょう。そして怖いというのは実際に一歩踏み出すまでが怖いんです。行動を移す前に想像で怖がっています。うまくできるんだろうか、失敗するんじゃないか、恥をかくのではないか、そんな風に心が怖がっているんです。これらの怖さは突き詰めていくと他人に対してどう思われるかが怖いということが多いんですね。でもね、他人と比べてはいけません。〇〇さんはこんなことができる、誰々さんはあんなこともできる、それに比べて自分は、そう考えてはいけません。最初からうまくできるわけがないんです。一番大事なのは昨日までの自分から前進したという進歩なんです。他人と比べてうまくやれたかとかではなく、昨日の自分よりも一歩前に進んだら大成功です。戦うのは他人じゃなくて昨日までの自分です。人間は今の自分を維持したいという気持ちがあります。心理学的に言いますと、いわゆる現状維持バイアスです。でも現状維持バイアスにとらわれたままでは全く前進することができません。それを打破するには行動です。行動のみがあなたを一歩進ませます。あなたの心が怖いと感じたとき、やろうかな、どうしようかなと迷ったとき、それはあなたが本当にやりたかったことです。なら、えいやと一歩踏み出してみましょう。それだけで前進できます。大成功です。あなたがもしマーメイドスイムをやってみたいな、でもうまく泳げないかも、無様に失敗して笑われるかも、そう怖さを感じたときはチャンスです。なぜなら心の底でやりたいことが見つかった印だからです。うまく泳げなくても大丈夫。とりあえず体験だけでもしてみよう。その前に問い合わせだけでもしてみよう。一歩踏み出しただけで大成功です。この日にいらっしゃったお二人はすごく楽しかった、また泳ぎに来たいと目を輝かせていらっしゃいました。ひょっとしたらマーメイドスイムはあなたの新しい趣味になるかもしれません。新しい友人ができるかもしれませんし、別の人生の可能性を広げてくれるかもしれません。怖さを感じた時がチャンス。そう思ってぜひ一歩前に踏み出してみてくださいね。もしこの動画が面白いと思われましたら、見たよという合図代わりに高評価をポチッと押してくださいね。疑問、質問、実験、検証のリクエストも気軽にコメント欄に書き込んでください。マリダイバーが喜びます。また次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。